ロサンゼルス3日目の夜をね、はい、過ごしてますけども、海外ですね。そうですね、時差が16時間あ、そんなにある？あるんです。そうだからすごいですね。だから実感あります？そのロスに来た実感って。ロスに来た実感っていうのは空港から出た時に初めて実感した。バスの大きさであったりとか、車の車種であったりとか、見る風景が僕らが普段見ている洋画の中の世界っていうのが今目の前に広がってる。それを見た時に、あ、やっぱり今まで日本に行った僕らとは違うところにいるんだっていうのは感じたね。すごいね、新鮮かつちょっとしたショックを受けた。カルチャーショック。カルチャーショック。文化の違いはこれから多分感じるんだろうけれども、入り口でこれならばもっと深くに入っていた時どうなるんだろうっていうのは感じたね。あとやっぱり先ほど時差がねあるっていう話だったんですけど、体的なこと大丈夫ですか？寝れました？時差ボケってやつね。そうです。結構、仕事で疲れて、そのまま寝たので時差ボケは感じることはなかったんだけれども、やっぱり1泊2泊3泊目とかには体が慣れてきたかなと。だからこっちのロスの時間通りには眠くなります、ただし日本帰った時に今度はまた時差ボケが来るんじゃないかなと。そこ怖いね。今のところでも本当に夜になると眠たくなるし、そうですね。思ってたほどそんなに時差の影響はないのかなっていう、感覚ですけどね。そうっていう感じですよね。で、多分ちょっともしかしたら見てる皆さんが気になってるかもしれないんだけれども、なぜ僕たちの声が小さいんだろうっていうことなんだよね。そうですよね。理由がありまして。はい、そうなんです。今これ部屋の中で、ホテルのね。そうです。泊まってるホテルの中で入ってるので、他のお客さんもいるので、トーン、ボリューム少なめでやったりじゃあ昼間にやりなさいよっていう方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、ちょっとお仕事をこなした上でのちょっとこの時間になってしまったということになります。配慮してね、皆さんにね。ここからロサンゼルスでのエピソードをね、より深く語っていこうじゃないかという、そんなに深いコーナーでございます。そうですね。なんかありますかね。いろいろありましたけど、たくさんね項目はあったと思うんだけれども、その生活の中で絶対に必要なもの、食事とかってなってくると日本と全然違うよねっていうのを目の当たりにすることができた。例えばどうですか？これは、お昼かな、何を食べようかっていうところで、やっぱり日本だったらさ、定食屋さんに行ったりとか、ファミレスに行ったりとか、そこで例えばラーメン食べたり、うどん食べたり、ピラフ食べたりとかあるかもしれないんだけれども、メニューがね、どの店入っても当たり前なんですけれども、メニューが全部英語なんですよ。だからわからない。一応ね、中学高校と英語は勉強してますけれども、やっぱりね、なかなか実用的な英語って難しいですね。写真がついてたらまだ分かりやすいんですけど、本当にその英語だけで、何が入ってるかっていうのを英語で書いてたりとか、一応見るんですけど、なかなかね、分かるものもあるけど、これは何が入ってるのとか分かんなかったりとか、そこにまず驚きというか、これがカルチャーショックにつながるのかな。そうじゃないですかね。確
ただ単に英語力がないだけという気もするけどね。まあそのアメリカにね、来るのが2人とも初めてっていうそうなんですね。まずあるんで、そこで本当にね、まずメニュー注文するところから、ご飯をね、ライブとだから時間がかかりましたからね。でその一応なんとか注文できて、で運ばれてきて、でそうですね、まあいろんなもの食べましたけど、例えばやっぱりハンバーガーとかね、もうなんかアメリカといえば代表的って思う。いや本当にね、山さんが今こう代表的って思うの違う。これね。これらついすぎですかね。大きさはどれぐらいありましたかね。あ、でもね、言い過ぎかもしれないんだけど、そんなに誤差ないかもしれない。本当にね、アメリカのハンバーガーこれぐらい？そう、ある。ありましたよね。パンというかバンズっていうのかな。そうですね。バンズからハンバーグがこぼれるぐらいに主張してます。ハンバーグがとっても分厚くて、ジューシーで、食べた瞬間に肉汁が口の中に溢れ出るんですよね。それがね、素晴らしくうまい。本場のって言ったら変なのかな。アメリカのハンバーガーを食べたことがないっていう人はちょっと驚くと思う。ザ・ハンバーガーなんです。はいちょっとね、間を意図的に作りました。はい。その心はちょこちょこネイティブの英語を入れてくるんだけれども、あなたもそんなに英語力芳しくなかったからね。何をおっしゃいますか、山さん。はい。注文するときはハンバーガーっていう感じでね、オッケーオッケーって言ってません。言ってません。他には山さん、何がありましたかね。やっぱりその街中、日本とはロサンゼルスなんで違うロサンゼルスの街並みについてちょっとね、語っていこうかなって思うんですけど、いかがですか。まあそのね、朝からお昼夜と全部見たわけではないんだけれども、特に夜かな。日本でも深夜、都会の方って人がまだいたりするんだけれども、海外でも同じように人が多いんです。結構外に出てるんです。ただテンションが全然違う。というのは、日本だったら、お酒飲んだらテンションが上がるっていうのは分かるんだけれども、おそらくお酒飲んでないのにこの時間そのテンションなんだっていう方々が深夜に結構いらっしゃる。あれはね、見ていると横通るだけでもちょっとこちらもテンション上がる。楽しくなる。なんかこの光景、初めにも言ったけれども、初めにも言ったかな、映画の世界、映画の世界の中に入ったような感じにちょっと錯覚する。なんかそのイルミネーションじゃないですけど、街の明かりが本当にまるでイルミネーションかのように、光がとても強いんですよね。だから本当に綺麗だし、例えば写真でね、撮るにしても、なんていうか本当に映えるというか、なんかやっぱ日本の明かりとはちょっと違うように感じたし、もちろんね、日本のさ、高台に登って夜景が綺麗っていう名所はたくさんあると思うんだけれども、また海外に来たという目で見ると違った輝きに見える。なんか海外に来たんだなって改めて思います。思いますよね。それとね、今の期間だけなのかもしれないんだけれども、結構街中で花火が上がってるんですよ。しかもその花火のその高さが結構低かったりするんだよね。普通にそのビルの横ぐらいでこうバーンって上がってたりとか、で急にね花火が上がるんで、普通に街中ね、本当にビルがいっぱいある中で歩いてたら、本当に後ろからドーンって音がするんですよ。そういうこと。
でパッと振り返ったら花火が上がってるっていうなかなかその日本じゃ見られないないよね。日本だったら本当にそういう建物がないところで花火が上がってるし、高さもね高いところで上がるんですけど、そういうところでちょっとびっくりしたりとか、そういうのもあるね。ありましたね。制限が、あるのかないのかはちょっとね、申し訳ないんですが知らないんですけれども、なんかここのところを見てても、海外自由の国っていう感じに思う。すごかったですね。あれは一番最初に見た人聞いた人は耳を塞ぐぐらいに大きい花火もありました。あと今先ほどね夜の話されてたと思うんですけど、昼もちょっとやっぱり日本と違うんですよね。なんだろう、バスケットをする、バスケットゴールをする、バスケットボールをする、バスケットボールをする遊び場みたいな。そのコートね。そうですね。コート、コンクリートの床にですね、フェンス越しにこうバスケットゴールがたくさんあって、バスケットをできるっていう場所が割とたくさんあって、あれも日本にはない。そんなにないよね、日本だと。日本でいうとその公園ねが結構割とあるんじゃないですか。その感覚に近いぐらいバスケットゴールが本当に多かったなっていう印象がねあるね。ですけどね。もしかしたら日本の方でいやいやそんなことないよ、日本にもいっぱいあるよという方いらっしゃるかもしれませんが、特にね僕の場合はあんまりそのバスケットボールっていうのを、今もやってないですし、行く機会もないで見る機会もないから、特に今回アメリカで歩いてると目立ったんですよね。なんか映画でそれこそ見たことがあるような海外のホームドラマとかにね登場してくるようなそうコートがあるんですよね、バスケットのね。ストリートバスケみたいなそんな感じですよね。かっこよかったですよね。ちょっと歩いたら右にあって、ちょっと歩いたら左にあってって、それぐらいに多かった。その地域だけかもしれないですけどね。そうですよね。ここまでいろいろと語っていただきましたけども、その印象ですね。そろそろねエンディングということで、本当はねもっといろんなことを細かく話したかったんだけれども、山下さんがちょっとね問題だったんでね、ちょっと僕がですか？何も言うてないです。何も言うてない。指ささないでください。ガード。でも本当に総じて楽しかった。本当にロサンゼルスの旅でしたね。また本当に行く機会があればね、また行きたいなって思うぐらい本当に楽しませてもらったロサンゼルスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。ボリュームちょっと抑えめでいきましたけど、ご了承ます。それでは最後じゃあおやすみなさいって言ってお別れしたいと思います。じゃあ皆さんありがとうございました。おやすみなさい。